一日の終わりに深い眠りについつもありがとうございまきす。たいね。岡健リフォームの岡健二です。私は小学生の頃から岡健と呼ばれていました。中学生の時もあだ名は岡健でした。中学校の英語の教科書に出てくる主人公も岡健でした。そんなことはどうでもいいんですけれども、今日は塗料の話についてしたいと思います。あまり私は塗料の話をしないので、友達から塗料の話もやってみろと言われましたので、塗料の話をやってみたいと思います。塗料が何年持つかというのを示す値があります。これを耐候性と言います。耐候性1種2種とか、そういうふうに分類されます。塗装屋さんに専門知識があるかどうかは、これを知ってるか知らないかでも分かります。見積もりをもらった時に質問してみてください。この見積もりの塗料は耐候性は何種ですかと聞いてみてください。これで答えられなかったら塗装屋としては勉強不足です。では内容に入る前に冗談みたいな話を聞いてください。先日お客様からクレームのようなお電話をいただきました。5年前に施工をしたお客様なのですが、ちょっとクレームを言われたので行ってきたのですが、結局はお茶を飲みにお茶をいただいて帰ってきましたというお話をさせてください。以前にこのような出来事がありました。お笑いのコントのような話ですが、コントではありません。実話です。それはお客様からの一本の電話から始まりました。お宅で工事をしてもらった壁が剥がれてきているから見に来てちょうだい。私はそのお客様宅に向かいました。そしてその問題の壁の部屋へ案内されました。その案内される道中でリビングを通っていったわけですけれども、そのリビングにはお茶とお菓子が用意されていました。私はその瞬間、やられたと思いました。と言いますのは5年ぐらい前の出来事です。リフォームのお仕事をくださった時に、その時の商談に要した時間は1時間半です。通常は30分から40分程度で終了します。1時間半も私はどのように説得したのかと言いますと、ほとんど何も喋っていません。最初に、これが見積書です。4種類用意しました。ご覧ください。と言った後、お客さんは一人でお話しされていました。それが1時間半です。その間に私が話した内容というのは、そうなんですか。そんなことがあったんですか。さすがですね。なんでそういうふうになったんですか。それは言えてます。なるほど。この程度のしゃべくりで1時間半が経過して、お客さんが勝手に契約書に署名捺印してくれました。2時間弱の出来事でした。そしてお嬢さんを紹介してくださって、お嬢さんの家のリフォームもさせていただきました。お嬢さんを紹介してくださったその時に、もうこの人に頼みなさい。よその業者はやめときなさい。と言ってくださったのです。ですから結局相見積もりもなしに契約をいただきました。そしてそれから3年ぐらい経ってまたもやリフォームを依頼してくださいました。その時の契約の状況ですが、2時間の覚悟を決めていきましたので、お話にお付き合いをするために用も足しておいて用意周到で挑みました。そしてまたもや私は、そうなんですか。なるほど。
やっぱりそういうことですか。さすがですね。と1時間半後、ハンコをついてくださいました。そんな懐かしい思い出がありましたので、そのリビングを通った時のお茶とお茶菓子を見た瞬間、ようも出してこなかったけど、大丈夫かな。まあ、2時間ぐらいは持つやろうと思って覚悟を決めました。そしてそのクレームの箇所まで行ってみて、お客さんが説明してくれました。ここがちょっと剥がれてきて心配やねんけど大丈夫かな。私はそれを見たとき驚きました。うちの会社が工事をしていない場所を指さしておっしゃっていたのです。私は、そこは多分リフォームをしていないので、昔のままだと思います。あれ、そうやったっけ。私もそうちゃうかな、と思ったりもしたけれども、どうやったかなと思ってね、とおっしゃって、ごめんな。まあ、お茶でも飲んで帰って。そのリビングに置いてあるお茶というのは、ちゃんと湯飲みが茶卓の上に置いてあって、急須もあって、お茶菓子はお盆にきれいに並べられていました。どう見てもお客さんが来るのにクレームの業者を呼びつけるような場面ではなかったように思います。そしてその日は、私は、それはすごいですね。それからどうなったんですか。なるほど。こんなに口達者な私でも聞き上手になれるというお話を最後まで聞いてくださいましてありがとうございます。ということで真剣な話をします。この塗料の耐久性能を調べる実験としてキセノンランプというものも使います。この機械を使います。この機械の中にこのキセノンランプというのが入っております。これで光を塗料に当てます。キセノンランプというのは非常に太陽の波長に似ています。紫外線、可視光、赤外線などの波長が太陽によく似ているので、これを使って実験をやります。この機械は独立行政法人京都市産業技術研究所というところのホームページからこの写真は借りております。このキセノンランプで塗料に光を当てるのですけれども、このグラフを見てください。このキセノンランプに光を当てられた塗料のグラフです。キセノンランプは250時間で日光の1年分になります。250時間で1年です。2500時間で10年。この2500時間当てて、この塗料が 80% 以上持つ、この 80% のラインですね。このライン以上のところにあると、これを耐候性の一種と言います。最低でもこの2500時間キセノンランプに耐えられた塗料を使う必要があると思います。ですから塗装屋さんが見積もりを持って来られた時に、この塗料は耐候性はどうなってるのっていうのを質問してみてください。答えられなかったらちょっと問題です。あなたが託した未来を君に